翔平さんの工場です。お邪魔しました。ありがとうございました。はい、どうも皆さん、マスです。やっと晴れたぜ、この野郎。マジでよ、雨ばっか降りやがってよ。いや、マジ晴れてよかった。今ですね、宮城県の、ゲストハウスアンダーモさんを出たところなんですが、皆さん朗報ですよ。本日ですね、なんと翔英さんの工場見学に行くことになりました。いやー、私がバイクに乗り始めて一発目に買ったヘルメットが翔英さんだったんですよ。いやー、長らくお世話になりました。翔英さんのね、工場が岩手県の、藤沢町の方にありまして、そちらの方でね、組み立てであったりとか塗装の様子を見せていただけるということで、現在岩手県に向かっております。はい、まあ私がね今チンダラ喋っても仕方ないので、見えた。おー、ちょっと待って、入っていいんだよねこれはなんかね、どうもこんにちは。どうもこちらで、ありがとうございます驚いた。ありがとうございます。ということで無事、翔英さんの工場の方に着きました。こちらのね制服をねちょっとお借りできたので着替えたいと思います。こういう感じでございますね。まずはこちら洗浄ですね。包帯を白とか黒に塗装市販の方で塗られてきたものをこちらでまず洗います。はい、そしてこの洗ったものを乾燥エアーで水を飛ばして、包帯をきれいな状態にします。なるほど。ここはこの工程になります。で、次の工程が結構重要な工程でして、この毛書きというところがとても重要なところでして、デザインを貼る上で何もないまっさらな状態にデザインって貼るのは難しいので、毛書きというポイントを打っていきます。で、そのポイントというのはですね、見えますか？ここにピンクのこういうポイント、ベースがグレーなのでちょっと見えにくいんですけど、こちらのピンクのポイントにポイントを合わせて転写をしていく形になります。はい、この方が見やすいですかね。本当だ、ある。で、大体一つのデザイン、このポイントが30箇所くらいあるので、これをこちらのロボットで、はい、デザインごとにそのポイントの位置が違うので、こちらのロボットにそのポイントを打つ位置を覚えさせてて、それをすごい、やってます。この転写紙を水に入れますとインクの部分が浮いてくるので、それをヘルメットに乗せて転写、ポイント合わせて転写をしていきます。すごい作業。今流れてるのはほとんど2回張りになってますね。1回目と2回目と分けて貼ってまして、デザイン上1回で貼るっていうのが難しいので、重ね、そうですね、重なる部分があるので、なるほど。
40人くらいで1日点在してます。40人で1000個。やばい。これ手作業なのか。2回貼ったものは一応こちらで中間乾燥。抜いた後に転写紙の食いつきを良くするために一度乾燥します。2回目も貼り終わったら乾燥して次の工程に。なかなか、あ、イデオグラフ。うわー。こちらクリーンルームになるので私たちはちょっと入れないのでここから見るんですけど、先ほどのところで空気検査をして乾燥してきたものがこちらに来ます。先ほどの毛書きロボットで打った毛書きを消していきます。ピンクの。そうです。毛書きはあくまでその転写貼る上での目安なので、あとは必要ないものになってしまいますので、なるほど。手作業で全部消していってます。すごい。そして最後に拭き上げ作業ですね。あと、クリアの方をかけているんです。クリアの方を1回かけまして、85度の窯で1時間ほど焼いたものがこちら。窯で焼くんですか。ちょうどイデオグラフあるのでイデオグラフめっちゃある。すごい。イデオグラフ大量や。ちょっとこの肌の感じとかちょっと見ててほしいんですけど、ちょっとまだ肌がボコボコしてるというか、綺麗な肌じゃないんですよね。あ、これがですか。これ綺麗じゃないんだ。まだいけます。まだいける。まだいける。もっとツヤツヤに。結構ツヤツヤだけどこれ足りないんですね。ここで不良がないか、あとゴミがついてないかを検査してます。でダメだったところにテープを貼ってオビタルで足付けをします。でもう一度クリアを塗るので、そのクリアの密着度を高めるために足付けをしています。ダメなところをあちらの前処理で直します。やっぱクリアをかけると、ちっちゃな粒ゴミですとか大きなゴミがつくので、これをここで直してます。でよしいいぞってものだけもう一回クリアかけるんです。大変だ。で一回塗ったものと違ってやっぱ肌ツヤが先ほどのよりは表面のボコボコが。めっちゃ綺麗だな。ちなみにこういうところにゴミがあるのは次の工程で研磨をします。このなんかキラキラしてるゴミ、これ次の工程で、ポリッシャーと言って研磨ですね。包帯を磨く作業がありますので、もうここでピックアップして。そうですね。マジですか。いいんですか。うわ緊張。このバッテンのところとこちらの文字のところ、そんなに箇所。まず先ほどのこの転写紙水に入れます。大丈夫です。まずシャワーの方で全体をゴミがつかないように洗います。この紙とインクと分かれますので、ここのポイントに合わせて貼っていきます。でただ置いただけではシワがありますので、これを転写紙なじませながら合わせていきます。ポイントを合わせたら止めていきます。これなんかコツとかあるんですか。コツですか。コツ、結構指のこのあったかさとかでもう結構簡単にくっついちゃうので。そんなすぐくっつくんですか。この R のとことか水の不良が結構出やすいので、こんな感じで抜いていきます。
あとこちらのウエスで水をこうして拭き取りながら、ああ、押していく。すごっ。こっち側ですね。ポイントはここですね。はいはいこはい。こと真ん中、あとバツ印のここですね。ああります。あまりちょっとこう落としすぎると縁ゴムここまで来るので、落としすぎるとデザイン欠けちゃうので、それだけちょっと注意して。なるほど。いや、超綺麗。仮止めですね。さっと拭いて、あとしっかり留めていきます。綺麗に水を拭き取って完了です。すごっ。こんな感じですかね。綺麗。これ水に入れる。これで濡らすと。はい、状態きれいに濡らすと。これもう取れるんですか？あ、すごい。うわ、破きそうで怖え。あ、この辺か。待って、ポイントむずい。どこ？あ、ここ。はい、ここだった。ここと、あ、ここか。はい、ここ。合わせていきます。手のひらでこうシワをなじませる感じですね。大丈夫だと思います。いけますか？はい、いけますか？うわ、これでヘラで真ん中からそれで外側に。いい感じですね。水なのかなんか水滴なのか空洞なのかわかんない。あ、なるほど。めっちゃ薄い。あ、そっか、向きがあるんだ。こうじゃ逆なの。こう。そうですね。ここか。ちょっとここシワなるかな。大丈夫。大丈夫ですかね。横に抜いた方がいいかもしれない。横。働けますか？社員です。あ、社員で。もうちょいです。全然いい感じですか？空気がない。水が、最後ちょっとこう見てみます。うわ、むずいこれ。いけてますか？すごいですか、仕上がり初めて。ありがとうございます。初めてじゃないですか。すげえ緊張した。すごい。誰かの手に。そう、誰かの手に当たります。お邪魔します。ただいま A ラインから L ラインまでの12ラインで1日1800個生産となっております。へえ。1ラインだいたい150個1日に作っているという中身になっております。へえ。デザイン別みたいな感じですか？大体ですけど、種類によってラインを分けてるんですが、こちらは X15、おー、はい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 。15。はい、15を作ってるラインであったり、AB はまだ国内に出てないんですけど GTR3 というおー、作っていたりとか、 GTR3 が出るんですか？すごい。こちらの F ラインがビデオグラフを生産しているラインとなります。前工程を踏んだ膨体がこちらの方に供給されてきます。まずはじめの工程が接着という工程なのですが、これがまだパーツもゴムも全く何もされていない包体になっているんですが、こちらにベースと言われるものを取り付けていきます。それをビスで留めていき、窓ゴム、縁ゴムを接着していきます。ゴムの役割なんですが、
これがカットされたこうカット面なんですが、結構こう尖ってるというかザラザラしてるんですよね。これをかぶった時に肌に触れたりとかしても痛くないような状態で流すために、ここにゴムを接着していきます。はい、それが縁ゴムと言われるもので、窓ゴムっていうのがまっすぐ、貼らないと、貼らなかったりこう曲がってたり剥がれが起きてるとシールドの密着具合が変わってしまって、走行中に風切り音だったりとか、雨が入ってきてしまったりとかっていう品質に問題が出てきてしまうので、そういうことがないようにこちらの方でしっかり接着とパーツの取り付けをして流します。今ここにドライバーが1本しかないんですけど、 Z8 は1本で1個のヘルメットを作り終えるんですが、 GT Air3 とか種類によっては3本とか2本とかドライバーをそうです使い分けてるので、なかなか間違えないようにするのも大変ですね。ベースをつけてシャッターをつけるんですが、シャッターをただベースにパチッとはめても滑りが悪いので、滑りを良くしてシャッターの方をはめていきます。こんな感じで接着をしていくんですけど、このまっすぐを貼るのっていうのも結構難しくて、真ん中がこうたるんでしまったりとか、貼り始めと貼り終わりの高さが違かったりとかするだけでもシールドの密着が変わっちゃうので、そうなんです。すごく丁寧にやらなきゃいけない作業です。超早い。これが縁ゴムって言われるものを接着してます。実際やってみると本当に難しくて、そうです。ちょっと曲がっただけでもすぐ変わってきちゃうので、シールドが。それで最後にロアを取り付けます。で、一通りゴムの接着とパーツの取り付けが終わったら、剥がれ確認といって自分の爪を使って窓ゴムと縁ゴムに入ってない接着剤の剥がれがないかどうかを確認していきます。これもなかなか難しくて、少し爪が入ったから接着剤を足すと溢れてきてしまう場合もあるのでそうなんです。しっかり剥がれてるところに的確に入れるのがなかなか難しいです。はい、ペン型のこれで接着剤入れてるんですけど、これを抜く時も抜き跡というか、接着剤が少しはみ出してしまうだけでも目立つので、そうです、接着剤ついた。難しいです。ここで接着の工程を取り終えたヘルメットはこのように次の工程の方に向かって置かれます。次がこちらがライナー入れと呼ばれる工程で、内装を組み込んでいきます。こちらが内装と呼ばれるもので、そうこのような形で組み込まれます。ここに Z8 って書いてるんですけど、このビーズ、小さいビーズでこのライナーっていうのができてるんですけど、このビーズを何倍の大きさにしてアメリカ向け、国内向け、ヨーロッパ向けというように仕向け地によってこの頑丈さも変わってきます。種類が多い。そうなんです。仕向け地ごとに間違いがないように仕向け地に合った内装をチェックしながら組み込んでる形になります。こちらが内装を組み込んでる。はじめに糊をつけて内装を入れていきます。前から出てるこのカートンテープ、これを引っ張りながらこう組み込んでいく形になります。すごく力がいるのですごい。そのためにみんなどういうの男の方が内装を入れています。はい、これがゴヒモバンドをリベットマシンというものを使って、ここは機械なんです。打ち込んでいきます。次にマスクの取り付けをする前に3箇所糊をつけます。糊の位置も決まってるので、糊の位置が決まってる。っていうのも海外に輸出するのもこの省エでは多いので、海外のリペア、修理をする人が糊の位置がどこかっていうのを迷わないように省エ全体で統一をしています。なるほど。アイテムによって糊の位置も変わるので、それを覚えながら
一つや最後にカーテンテープを巻いて最終チェックをしてカバーをで完成したものは次の工程の方に向けてここから先が検査という工程になります、検査というのはラインの最終チェックをするのと、あとはシールドを取り付けるラベルですね。ピコンピコンみたいな音するのを金属探知機を用いてビスでしっかり止まっているかをチェックしてます。ビスで止まってないとピコンっていう音が鳴らないので。ならないですか？そうですそうです。まず初めにラベルをこうやって貼り付けてこっちですか？シリコンを塗っていき、あれがシールドのジグになります。すぐにこのシールドをつけない理由としては、ジグを用いることによってどの製品も同じように強さというかこう片手で開けれるようなものになれるように均等にするためにジグを用いて調整をしてからこちらの方を取り付けていきます。へー。あそこで接着剤を使用するんですけど、接着剤をこう貼り付けるときに接着剤が飛び跳ねてしまったり、糊を使ってるときに糊がこう飛び散ってしまったりとかすると白くこう出てくるんですよね。なのでそこで飛び散りがないかとか、あとは塗装化の不良がないかとかを最終チェックして出荷をすごい。あそこまで行くともうここで箱を開けることがないので、次に箱を開けるのがお客様なので、すごく緊張感ある仕事になっています。それで生産工程すごい。すごいどの工程の人もスラスラってやるんですけど、こうなるまでに時間めっちゃかかりますよね。何回も失敗してでもう一回やり直して繰り返していくとどんどん速くなってくるので、例えばライナーが遅れると、検査に行くものがないので暇になってしまう。そうですよね。だからみんな同じように速くないとスムーズに生産するっていうのは作れないです。すごい。責任重大なので。うわだいたいこんな感じで1ラインで Z8 を作るのに1個を作るのにこの人数で14分合定されています。だから14分以内に接着から検査までを終わらせるという感じになっています。へー、すごい。私接着なんですけど、あ、そうなんですね。いろんなデザインの包帯が流れてくるので、やってるだけでも全然飽きないです。飽きない。飽きない。すごい。大変ですけど、でもしんどいだけじゃないですね。全然すごい。ありがとうございました。いやー、めっちゃ楽しかった。いや、あんなさ、手作業、全部手作業じゃん。すごくない？もう私もっと機械をね使ってやってるかなと思ってたんですけど、めちゃくちゃ手作業でしたね。すごかった。撮影に協力いただきました校長の皆様、本当にありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかった。本当にあんなに人の手がね加わってて、いやもう全然高くないですよ本当。いやそらそうだわって感じ。本当にだって機械で量産とかじゃないもん。いや妥当だよ本当マジであんなに人の手加わってんだもん。しかもさあんな本当にさ、なんかここゴミついてるって言って教えてもらったところ、でも全然わかんないんだけどなんか言われてみれば確かに白いチョボがついてるみたいな。いや本当にあんな
見落としそうなぐらいの点を見つけて、それ修正してって、もうマジ手間かかってんな。ヘルメット、わあ、もうヘルメット大事にしますありがとうございます。いやー、超勉強になった。作業早かったね。いや、すごかった、マジで。あんなシールド取り付け早いと思って。私めっちゃ時間かかったけどな。大事にしようってめっちゃ思いましたね。工場長をはじめ説明してくれたね、可愛い女性スタッフのお二人と撮影すごいみんな嫌だっただろうに私も見られるの、作業見られるのめっちゃ嫌だけど、工場のね皆さん撮影にご協力いただきましてありがとうございます。これが全工程じゃないんですけど、こういう風にヘルメットはできてるんですよっていう、動画でした。貴重な体験もさせていただいて本当にありがたい。はい、ということでですね、今日はこのまま、ツーリングに向かいたいと思います。はい、これからもお世話になります。翔平さん、よろしくお願いします。はい、というわけでお疲れ様でした。じゃあね。